ジグザグ編みで編んだ筒を合体させる方法を解説します。これができるようになると、ハンドウォーマーの親指部分を穴ではなく筒状にすることができます。さらに発展させると手袋を作ることも可能です。合体方法には2つの種類があります。つなぎ目が編み地の内側に隠れるタイプと、すべての編み目が外に出るタイプです。前者をつなぎ目ありタイプ、後者をつなぎ目なしタイプと呼ぶことにします。つなぎ目ありタイプは2段かけて筒を合体させます。つなぎの長さを調整できるので、形状に自由度があります。また、比較的隙間のできにくいつなぎ方です。一方、つなぎ目なしタイプは1段で合体させることができます。そのため、複数の筒を同じ段で連続して合体させることが可能です。はじめにつなぎ目ありタイプから解説します。メインの筒とそれに合体させる筒のうち、合体させる方を先に編んでおきます。ここでポイントです。合体させる方が奇数段で終わったのなら、メインの筒で奇数段を編むときにつなぎ目を作ります。合体させる方が偶数段で終わったのなら、メインの筒で偶数段を編むときにつなぎ目を作ります。奇数段には奇数段で、偶数段には偶数段でつなぎ目と覚えましょう。奇数段か偶数段かによって編み地を表から見るか裏から見るかが変わりますが、基本的な流れは同じです。一つ例を見てみましょう。ここに1周30目で3段編んだ筒があります。これをメインの筒に合体させます。合体させる筒の段数が奇数なので、メインの筒で奇数段を編むときに2つをつなぎます。ここでは3段目を編む途中でつないでみます。14目までメインの筒を編み、15目、16目でつなぎます。つなぎ目は2目は最低限必要で、それ以上なら何目でも構いません。つなぐときに重要なのは、ジグザグの形を合わせることです。合体させる方の筒はどの位置でつないでもいいですが、立ち上がりが目立たない位置に来るようにした方が良いでしょう。2つの筒の編み目にまとめて針を入れてジグザグ編みをします。つないだらまたメインの筒を編んでいきます。1段編み終わりました。つなぎ目2目で2つの筒がつながっている状態です。次の段で1周編めば完全に合体します。つなぎ目の手前まで編みます。次にもう片方の筒へ移りますが、普通に編むと隙間ができてしまいます。そこで、つなぎ目の足の部分にある糸にも針を入れてから、もう片方の筒の目を編みます。今度はこちら側の筒を編んでいきます。そしてこちら側の筒の最後の一目を編むとき、向こうの筒のつなぎ目の足にも針を入れて編みます。こうして隙間をなくしつつ、また筒を移ります。
一周編んで2つの筒を合体させることができました。筒から筒へ移る時の糸の拾い方がポイントです。隙間を消すために拾う糸は、つなぎ目の編み目の足、もしくは足に巻きついた糸です。筒から筒へ移るときは、この糸にも針を入れて編むと覚えましょう。偶数段でつなぎ目を作り、奇数段で一周する場合、先ほどとは表と裏が逆になりますが、基本的なポイントは同じです。つなぎ目を作る段では裏を見ながら編み、次の段で一周するときは表を見ながら編みます。重要なのは次の2点です。つなぎ目を編むときはジグザグの形を合わせること。筒から筒へ移るときは、つなぎ目の足部分の糸にも針を入れること。次につなぎ目なしの合体方法を解説します。2つの筒を奇数段同士でつなぐか、偶数段同士でつなぐかのどちらかです。表を見ながら編むか、裏を見ながら編むかの違いがありますが、基本的な流れは同じです。例を見てみましょう。ここに1周30目で編んだ2つの筒があります。片方は先に編んで糸を切ってあります。両方とも2段編んだ状態で次の3段目で合体させます。奇数段なので表を見ながら編むことになりますね。向きが同じ2つの編み目をつなぎます。針の入れ方がポイントです。まず普通に編むときと同様に針を入れます。そのまま続けて合体させる筒の編み目にも同じように針を入れます。2目をまとめて編みます。筒を半周回って反対側も同じようにつなぎます。1段編み終わって2つの筒を合体させることができました。偶数段で合体させるときは編み地を裏から見て編むことになりますが、基本は同じです。向きが揃った2つの編み目に針を入れてまとめて編めば OK です。以上、ジグザグ編みの筒を合体させる方法でした。この技術によって、かぎ針編みであっても伸縮性のある親指付きハンドウォーマーや5本指手袋を編むことが可能となります。ご視聴ありがとうございました。